押し目買いと戻り売りのエントリーのタイミングが早い人というのは考え方が逆なんですね。はい。で、短期足を使う弊害っていうのは、なりやすいということです。1時間足未満を見ないようにするだけで結果は劇的に変わります。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、押し目買い戻り売りの間違ったタイミングの取り方。押し目買いと戻り売りはトレンドフォローの基本であり王道です。フィボナッチを使って押し目戻り目の水準に当たりをつけ、そこに来てからエントリーをしているのになぜかうまくいかない。いつも損切りさせられてから思った方向に伸びていく。狙っている方向は合っているのにエントリーがいつも早い。こんな悩みを持っている方は少なくないと思います。そこで今回の動画では、このような悩みを持っている方向けによくある失敗パターンの紹介とその原因、最後に解決策、この3つをお伝えしていきたいと思います。知らないと今後も同じ過ちを繰り返してしまう可能性が高いですので、押し目買いと戻り売りのタイミングの取り方が苦手だという方はぜひ最後まで動画をご覧ください。まずは押し目買いと戻り売りの基本的な考え方のおさらいから始めていきたいと思います。押し目買い戻り売りというのはトレンド発生中の一時的な調整場面を狙ってトレンド方向のポジションを狙っていくトレード方法です。例えば今表示している図の左側のようにこのような上昇トレンドが発生している場合にこの一時的に下げている場面ありますよね。こういうところを調整場面と言ったり押し目と呼んだりしますが、こういったところでトレンド方向のポジションを狙っていく。つまり今の場合で言うと上昇方向、買いを狙っていくというのが押し目買いということになります。そして戻り売りというのはその逆ですね。この下降トレンドが発生しているときに、この一時的な上昇局面、この戻り目のところから売りを狙っていく方法のことを言います。そして押し目や戻り目というのは、買い足で見ると、現在発生しているトレンドとは逆方向のトレンドが発生していることが多いです。例えばこのような感じです。上昇トレンドの場合であれば、このような押し目の部分というのは、買い足で見ると一時的に下降トレンドが発生しているということになります。この青のトレンドが例えば日足の上昇トレンドだとすると、この押し目の部分ですね。ここを4時間足とか1時間足の買い足で見ていくと、下降トレンドが一時的に発生しているということです。そして押し目買いのポイントというのは、この買い足の下降トレンドが終了して、再び上昇していくところから買っていく。戻り売りであれば、この一時的な上昇局面の上昇トレンドが終了して、再び下落していくところから売っていくということなんですが、よくやりがちな失敗パターンというのをここから見ていきたいと思います。まず一つ目のよくある失敗例なんですけども、これは上位足目線で見ていないというものになります。現在表示しているチャートは5ドル米ドルの2024年4月半ば付近の日足チャートです。まず日足の状況から確認していきたいんですが、このチャートの左端ですね、2023年の年初ぐらいからこのような形の緩やかな下降トレンドが発生している状態になっています。続いて4時間足の様子です。チャートの右側の部分に注目をしてもらいたいんですけども、まずここのスイングローをブレイクして、そしてそこから戻しを形成して、再び下落してこの直近のスイングローを割り込みました。これによって高値と安値を切り下げる下降トレンドが確定しましたので、トレンド続行を狙って戻り売りを狙うというふうに仮定したいと思います。続いて5分足の様子です。5分足の様子を見ると、このように反発の動きが始まっていることがわかると思います。ここの部分はこの赤の折れ線で示したような上昇トレンド、5分足レベルの上昇トレンドが発生しています。はい。ではこの後の動きを見ていきましょう。はい。ここのスイングローに注目をしてください。ここのスイングローは5分足レベルで見たときに、この直近の上昇トレンドの最後の高値更新の起点となった安値です。ここをブレイクしたということで、この手前の5分足の上昇トレンドが終了して、これから下降トレンドになっていくというふうに考えたとします。日足は先ほど見たように下降トレンド、4時間足も下降トレンドがスタートしたということで、よし、戻り売りだというふうに考えて、ここから売りのエントリーをするというふうにしたいと思います。このようにフィボナッチを引いてみると、ちょうど50%から61.8% の水準まで戻してきてますので、ここでエントリーというふうにしたいと思います。損切りは直近の高値の上、利益確定のポイントは今回の動画のテーマではないので、適当に置いておきたいと思います。このようにエントリーしたというふうに仮定します。4時間足の下降トレンドが継続していくのであれば、この直近の安値を割っていくはずです。はい。ではこの後の動きを見ていきましょう。はい、この戻しを形成した後ですね、一瞬下がったんですけども、そこから再び高値を更新して、損切りポイントに引っかかってしまいました。で、この後の動きも見ていきたいと思いますが、はい、その後の様子はこのような形になります。エントリーしたポイントがここですね。その後上昇がまだ続くんですけども、そこから大きく反落して、もともと狙っていたように下がっていくという形になっています。ただここでの負けが尾を引いていたりして、自分の見立てに自信がなくなっていたりすると、この大きな下落の方には乗れていなかったりするというパターンかなと思います。このようなパターンを経験したことがある方というのは決して少なくないのではというふうに思います。
はい。で、これは何が問題かというと、冒頭お伝えしたように、上位足の目線で見れていないということになります。どういうことかというと、短期足に切り替えるタイミングが早すぎるんです。もう一度エントリーした場所をですね、見てみたいと思います。はい。今先ほど環境認識を行った4時間足にエントリーのポイントを表示しています。このポイントが先ほどエントリーしたポイントなんですが、この場所を4時間足の観点で見ると、この戻し目というのは非常に浅い戻し目ですよね。で、浅い押し目や戻り目でポジションを持つということは、それだけサポートやレジスタンスに近いところでエントリーするということになります。例えば今回のポイントというのも、直近反発が入ったこのポイントっていうのは、将来サポートになる可能性があるラインということになりますが、浅い戻り目でポジションを持つっていうことは、こうしたサポートラインやサポートラインの候補となるところから近いところでポジションを持つということになります。で、例えばこういうところに上位足のサポートラインが控えている場合なんかは、なおさらこういうところから反発が入りやすいです。一般的に押し目や戻り目というのは、フィボナッチの 38.2% から 61.8% の水準に収まることが多いです。例えば一つ手前のここの部分の動きを見てみても、このようにフィボナッチを引いてみると、はい、ちょうど 38.2% の水準から反落を始めていることがわかると思います。はい、確かにこういったゾーンに到達しないで、こういう浅い押し目や戻り目のところから動き出すということもあるんですが、基本は環境認識を行った上位足クラスでの押し目戻り目の候補を見定めて、そこに来た時にポジションを持つかどうかの判断を行う。これが基本です。この自分がポジションを持つかどうかの判断を行う候補のゾーンのことを POI、ポイントオブインタレストというふうに呼びます。ポイントオブインタレストというのは直訳すると関心領域ですが、つまり自分がポジションを持つかどうかを判断するためのゾーンということになります。はい、つまり自分がポジションを持つことに関心を持っている領域ということになります。今の例であれば、押し目買いや戻り売りを狙うために自分が狙いを定めるゾーン、フィボナッチの 38.2% から 61.8%、このゾーンが POI ということになります。ここに来るまでは待つということですね。よく映画などでスナイパーがですね、人質を取っている犯人を狙う場面っていうのがあると思いますが、標的が射程圏内に入っていることは当然として、ターゲットがどういう状況になったら引き金を引くか事前に決めますよね。周辺に巻き添えとなる可能性のある人物がいないとか、犯人と人質が重なっている時は発砲できないとか、そういったことを確認してから実際の射撃の判断っていうのを行います。で、POI をしっかりと定めないでポジションを持つっていうのは、ターゲットが射程圏内にすら入ってない状態で乱れ撃ちをしているようなもんです。はい。では今回紹介したパターンに陥らないためにどうしたらいいのかという対策の部分なんですけども、これは先ほどお伝えしたように、まずは環境認識を行った足で POI を設定しましょうということです。はい、今回の例の場合であれば、4時間足でこの安値をブレイクしてきたので、4時間足レベルで見ると下降トレンドへの転換の可能性が発生したということで、であれば環境認識を行った4時間足で POI を設定するということです。で、今回の場合であれば、直近の下落カバーですね、ここの部分に対して、このようにフィボナッチを引いて、この 38.2% から 61.8% の水準、ここに到達した時の値動きで判断するということになります。念のため先ほどの5分足の予想をもう一度見ておきたいと思うんですが、今このオレンジの四角で示した部分というのが、先ほど4時間足で引いたフィボナッチの 38.2% から 61.8% の水準となります。で、この5分足の動きを見ると、このオレンジのボックスの下限のところに到達してから反落が始まっているということになります。ここのスイングローというのが5分足の押し安値になっていますので、先ほどのエントリーの例で紹介したのと同じ判断基準でショートのポジションを持っていれば、ここの部分は勝っていたかもしれないトレードということになります。で、もちろんここからもう一回高値をですね、更新していくということもありますので、その場合はここを例えば損切りにしているのであれば、そこを超えた時点でしっかりと損切りを行わないといけないということになります。はい。それでは続いて、よくある失敗の2つ目の例を見ていきたいと思います。2つ目は、上位足で POI を設定してもエントリーが速くなってしまうというものです。なぜエントリーが速くなってしまうのか含めて解説します。表示しているチャートは、ポンド円の日足、2024年2月付近のデータを表示しています。まず、日足の状況を確認すると、このような上昇トレンドが発生しています。一つ目の例と同様にですね、この最後の高値更新の起点となった動きに対してフィボナッチを当てて、先ほどと同じようにですね、この 38.2% から 61.8% 押しのところを POI として設定したいと思います。では、チャートを少し先に進めてみたいと思います。先ほど引いたフィボナッチの 38.2% に到達しましたので、エントリーをするために、今度は短期足の15分足に切り替えたいと思います。
15分足の方に切り替えました。こちらのオレンジのラインが先ほど引いたフィボナッチの 38.2% のラインです。15分足の様子見ると、このように大きな反発が発生していることがわかります。そしてこの反発によって、ここのスイングハイなんですけども、これが15分足の戻り高値になっています。この戻り高値をブレイクしたことで、これから15分足が上昇トレンドに転換していくかもしれないと考えられる場面です。このような動きですね。ということで、下がってきたところから押し目買いを狙いたいと思います。はい。では、この後の動きを見ていきましょう。はい。このように15分足で戻り高値をブレイクした後に押し目を形成してきました。押し目の水準っていうのをフィボナッチで調べてみると、61.8% の水準までは到達してますので、このあたりからロングエントリーをしてみたいと思います。損切り位置はこの直近の安値の下ですね。ここに置いておきたいと思います。はい。それから利益確定はですね、今回の動画のテーマではないので、先ほど日足で確認した直近の高値付近に置いておきたいと思います。続き、この後の様子を見ていきましょう。はい。順調に反発が始まりました。はい、エントリーしてすぐですね、このように反発はしたんですけども、そこからの勢いが続かずに、このように下落して損切り位置に当たる形となりました。次に進む前にですね、この後の動きも見ていきたいと思います。はい。その後の様子はこのような形になります。損切りになった後ですね、このようにもう一度反発をして、もともと利益確定の目標として設定したポイントまで到達する形となりました。で、今回のケースの問題は何かというと、これも短期足に切り替えるタイミングが早すぎるんです。どういうことというふうに思った方もいるかもしれません。先ほど日足で POI を設定して、そこに到達してから短期足に切り替えて、短期足の動きが下降から上昇に転じるタイミングを狙ってエントリーをしました。ではなぜタイミングが早すぎてしまうかというと、相場をマルチタイムフレームで見ていないからです。今回は上位足で POI を設定したところまでは良かったんですが、そこに至るまでの過程をマルチタイムフレームで見ていないということです。どういうことかというと、もう一度エントリーの場所を見てみたいと思います。はい。まず1時間足の様子を見ていきたいと思います。このピンクのゾーンで示したところが日足で設定した POI。エントリーしたポイントがここになっています。1時間足の直近の流れを見ると、このような下降トレンドが発生しているということがわかると思います。そしてエントリーしたところの直近の動きっていうのを見てみると、このような下降トレンドが発生している中で反発が発生して戻り売りが入りそうなところで買っているということになります。今回この POI に到達した時点ではまだ1時間足は下落が続いています。1時間足では下降が続いていて戻り売りが入りやすい環境で買っているというのが今回のエントリーのポイントになっています。はい。さらに上位足である4時間足の様子を見てみると、4時間足も同じようにこのような下降の流れが発生していることがわかります。またここのラインはネックラインに該当するんですが、今回エントリーしたポイントというのは、このネックラインを割って、そこから戻ったところでですね、戻り売りが入ってきているところで、15分足レベルでロングしているということになります。はい。つまり、日足で押し目候補となる POI を設定したのはいいんですけども、4時間足や1時間足の状況というのを一切見ないで、短期足である15分足だけを見てエントリーしたために、結果的には4時間足や1時間足という上位足と逆行するエントリーになっているのが今回のトレードです。先ほどエントリーをした15分足では、戻り高値をブレイクして上昇トレンドに転換していくところでエントリーをしましたが、上位足である1時間足や4時間足ではまだ下降トレンド真っ只中で全く下げ止まっていないところで買っていたということなんです。では上位足である1時間足、4時間足が下げ止まるのはどこかを見ていきましょう。今1時間足に1時間足と4時間足がそれぞれ下げ止まったポイントの印をつけています。青の縦線のところが1時間足が下げ止まったポイントです。青の帯で示したところが1時間足の戻り高値なので、ここを超えたタイミングが1時間足で下げ止まったタイミング。それから赤の縦線が4時間足が下げ止まったポイントです。赤の帯で示したところが4時間足の戻り高値になっています。ですので、例えば最低でも1時間足が下げ止まったこのあたりから押し目買いを狙っていくというのが一つの考え方です。ただその場合には、この時点で4時間足はまだ下げ止まってないのですから、ここの4時間足の戻り高値付近から再び下がってくる可能性というのはあります。で、それが気になる人は、ここの4時間足の戻り高値を抜けるまで待てばいいんです。デイトレードぐらいの時間軸であれば、例えば1時間足が下げ止まったところから短期的な反発を狙ってロングをするでもいいですし、スイングトレードでできるだけ大きい動きを狙いたい、かつ少しでも確実性を上げるのであれば、4時間足の戻り高値を抜けるのを待って、そこから買いを狙っていく。例えば1時間足が下げ止まったここのタイミングで15分足に切り替えると、15分足でもここの戻り高値をブレイクしていることがわかります。1時間足だとエントリーするにはタイミングが取りづらいんだったら15分足を使って15分の押し目形成の動きが下げ止まるのを待てばいいんです。例えば今回はここにダブルボトムができてますので、このダブルボトムちょっと綺麗ではないですけれども、こういうネックラインをブレイクしたことを確認してから入っていくというものです。
はい。ですので、エントリーが早い人っていうのは考え方が逆なんですね。短期足が転換したからって、その転換した方向にポジションを持とうとするんですけど、その短期足の転換が上位足まで転換させるかどうかはわかりません。今見た例みたいに上位足の流れに押し戻されて損切りになるっていうことはよくあるわけです。でも上位足が狙う方向に転換した後であれば、短期足も今のポンド円みたいに転換していることが多いわけですから、そこから短期足が押し目や戻り目を形成し始めた。下げ止まった、上げ止まったというのを確認してポジションを持てば、必然的に上位足の方向に乗りやすくなります。で、短期足を使う弊害っていうのは、とにかくエントリーできる場所を探そうという視点になりやすいということです。短期足ってよく動きますよね。そうしている間に上位足の状況が頭からすっ飛んで、先ほどの例みたいにエントリーした後に上位足の流れに押し戻されるんです。これは押し目買いや戻り売りに限った話ではないんですけど、今うまくいってないっていう方は1時間足未満を見ないようにするだけで結果は劇的に変わります。ここまで見てきた2つの例を整理すると、まずは環境認識をしている時間軸で POI を設定するということ。そして次に POI に来るまで待つということ。これは先ほど紹介したスナイパーの視点ということですね。そして3つ目なんですが、環境認識をした時間軸で上げ止まり、下げ止まりを見極めるということです。この見極めの手段として、フラッグやダブルボトム、ダブルトップ、三ゾンや逆三ゾンなどのチャートパターンを使う。もしくは押し安値や戻り高値をブレイクする。レンジ相場が形成されるなどのプライスアクションを使うんです。そして最後のステップですけども、ここまで見極めた上で必要に応じて短期足に切り替えて短期足が狙う方向に転換するのを見極めるというステップが押し目買い戻り売りのポイントです。ということで、押し目買いと戻り売りの POI をしっかりと見極めるためにはこちらの動画を見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。